こんにちは、こんばんは、おはようございます。ひこです。このポッドキャストでは日本の文化についてゆっくり話すので楽しんでくれたら嬉しいです。皆さんのリスニングの勉強になればいいなと思います。皆さんは本音と建前という言葉を聞いたことがありますか？これは日本人のコミュニケーションを理解する上でとても大切な考え方です。簡単に言うと、本音は本当の気持ち、建前は実際に表に出す言葉や態度のことです。例えば、あなたが友達の料理を食べたとき、あまり美味しくないと感じたとしましょう。でも、まずいとは言わずに、美味しいねと言うかもしれません。この時、美味しいねが建前で、まずいが本音です。それでは、どうして日本人は本音と建前を使い分けるのでしょうか？それは、日本の文化が調和を大切にしているからです。日本人は他の人と喧嘩しないようになるべく空気を読むようにします。そして自分の気持ちをはっきり言うよりも相手の気持ちを大事にすることが多いです。だから建前は優しさやマナーのようなものとも言えます。本音をそのまま言うと相手を傷つけてしまうかもしれませんよね。日本では本音を隠してみんなが気持ちよく過ごせるようにするという考え方が強いんです。では、どんな時に建前が使われるのでしょうか？いくつか例を見てみましょう。例えば、あなたがプレゼントをもらったとします。あまり好きではないものをもらっても、ありがとうございます。すごく嬉しいです。と言います。これは相手を思いやる建前です。好きじゃないと言えば、相手が悲しい気持ちになってしまうかもしれません。相手に悲しい思いをさせないために建前を使います。また、日本では仕事の後に同僚や上司から飲みに誘われることがよくあります。行きたければ行けばいいのですが、行きたくない時もありますよね。そんな時は、行きたいんですけど、今日はちょっと予定があって、と言いましょう。本音は行きたくないです。しかし、はっきり行きたくないとは言いません。本当は予定がなくても、予定があってということで、残念な気持ちを相手に伝えます。この残念な気持ちが建前です。行きたくないけど行く場合の本音と建前もあります。本当は行きたくないけど、行きたいですと元気に言うことで、相手に喜んでもらえることがあります。同僚や上司と仲良くなりたい場合は、飲みに行った方がいいかもしれません。この場合、飲みに行ったら楽しいふりをしましょう。つまらないが本音で、楽しいふりが建前です。外国の文化では本音を言うことが大事な国も多いですよね。国によっては自分の意見をはっきり言うのが普通です。でも日本では本音を言いすぎるとわがままや失礼と思われることもあります。だから日本に住んでいる外国人は日本人は何を考えているのかわからないと感じることがあるんですね。まとめると、本音と建前は日本人のコミュニケーションの
大事な一部です。でも、全部の日本人が同じように考えているわけではありません。本音を大事にしたいと思っている人も多いです。ですから、もし日本人と話していて、本当はどう思っているんだろうと感じたら、優しく聞いてみるのもいいかもしれません。遠慮しないで教えてねというだけで、相手も本音を話しやすくなるかもしれませんよ。今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このポッドキャストが気に入ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。じゃあ、バイバイ。おやすみなさい。いってらっしゃい。